間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。世の中にはいろいろな AI が存在するの。このジェミナイを含めた人気の無料 AI モデル4つの後のでプロテスト。前回の動画で自分は AI の予測した 17.8 キロという燃費に完敗しました。完敗の意味は続きを見てください。でもその過程で進化して翌日は普通に 18.0 キロ以上でドライブできました。今日は AI の予測の裏側と自分の燃費運転技術がパワーアップした秘密を話していきます。なんで自分が限界を突破できたのか、そして AI はなんでありえない燃費を予測できたのか、その裏側を述べていきます。まずは前編のダイジェストをご覧ください。おはようジェミニー。君はドライブのコンシェルジェだよ。タイヤはミシュランのエナジーセーバー。すごいね。トレッド面しか映していないのにエナジーセーバー当てましたね。燃費予測 17.8 だって。これは難しいね。これで 17.8 出せって今まで出たことないよ自分。厳しいね。さすがに 17.8 はお手上げ。そこまで出る気がしないから少し下方修正してもらえないかな。下方修正ひどくない？いきなり 14.5 まで下げてきた。なんといっても自分の予想とほぼ一緒だ。でもそれじゃ勝負にならないから、じゃあ自分は 15.0 にかけるよ。今度下りなのでいち早くアクセルを離し、かつ速度はキープできるように、この辺が駆け引きになりますね。で右足は息が今ねちょっと息切れ気味なんですけれども、ほとんど息を止めるように頭で計算したことを右足に移してコントロールしてる。こんなことになるのはちょっとね、ドライビングシューズ履いてくれよかったっていうね。悔しいけど結果は 17.4 キロが表示されている。最初の君が予想した数値が一番近いね。しかも折り返し地点で5分ほど止まっていたから、何もなければ 17.8 とか君の予想通りだったよ。いかがでした？いい年した自分が息を止めるように右足をコントロールして、でも結果的に AI の手のひらの上で踊らされていたということになります。悔しいけどね、結構悔しかった。こんなにね、いい燃費が出るとは思わなかったほどに、優れた、あとびっくりの予測精度でした。そしたら一つ目の裏話を伝えます。そもそもなんでジェミニは 17.8 キロなんていうカタログ値を超えるどころじゃないぶっ飛んだ燃費を出してきたのか。実はこの動画を回す前に予行練習で試しました。その時にジェミニが出した答えは 12.0 キロだったんですね。12年落ちの 1.8 リットルエンジン、しかもミニバン。極めて妥当というか普通の数値。で、これがね、カメラを回した本番は予測値がいきなり 17.8 とか出てきて、この数値は自分がヤリスの 1000cc に同じようなところを走っていて出る数値と一緒です。なのでね、ウィッシュでこんなのありえないでしょってね、思いました。ただ動画撮影中だったので、ヒラリー男爵だよって名乗っちゃったというか名乗った、これだけの違いです。で、後で AI に聞いたところ、自分が名前を名乗った瞬間にネットを見てきて、ヒラリー男爵は何者かっていうのをね、調べてきたらしいんです。多分、ネットを見てきたんじゃなくて、ナレッジに入っちゃってる。AI がね、もともと知ってる名前なんですよね。それによって、こいつは20年以上車の限界を試してきたプロテスター。プロが本気を出した時の限界値で計算し直そうと判断を切り替えたらしいです。後で聞くとね、本当か嘘かはわかんない。でも専門的に言うと、これをね、プロファイリングって言います。今の AI が普通にこなすこと。ただ入力された車のスペックから計算するわけではなくて、もっと推測、予測、未来の予測が素晴らしいのが今の AI。もうそのあたりがね、電卓とかプログラムとかシンボリックと言われる AI とは違います。運転席に座ってる人間の
スキルとか性格まで読み取って結果に反映させる。これがね、人間の脳と同じ仕組み、ニューラルというこの AI の思考です。そんなところからね、ヒラリー男爵ならこれぐらい出せるだろうと AI にハードルを上げられたわけです。本当ぶっ飛んでますよね。でも仕方ないというか、なんていうか、やるしかないというか、撮影中だったからね、頑張っちゃったというわけ。こういった部分をプロファイリングって呼びます。で、あとは、この12年落ちウィッシュに隠された物理的なメカニズム。これで AI の予測すら超えるという部分でね、次の話に行きます。どうやって18キロオーバーの壁を打ち破ったのかというか、翌日以降ずっとね18キロはコンスタントに出るようになりました。ということでここからはみんな大好きエンジンの話、バルブマジックとあとタイヤ、ボロタイヤからの逆説について今まで語ったことないことを述べていきます。ではまず一つ目、 AI も写真を見て劣化がひどい、燃費に悪影響が出そうと指摘してきたミシュランのエナジーセイバータイヤです。確かにね、もうゴムはカチカチに硬化していて、もう爪も刺さらないくらい。普通のドライバーだったらタイヤが古いから燃費が落ちるということになりますし、AI もそう計算していたはずです。でもね、違う部分もある。正しいけど違う部分もあります。それは極限まで硬化したタイヤっていうのは路面と接触した時のゴムの変形が少なくなります。つまり転がり抵抗が少なくなる。それも極端に少なくなると言っていいかな。これをうまく使えると燃費につながる。アクセルをオフにした時の空走距離が新品のタイヤよりも伸びます。エンジンブレーキがね弱くなるといえば分かりやすいかな。これが一つ他じゃ聞けない話で、自分はねこのカチカチのボロタイヤを、究極のエコタイヤみたいに利用して車の感性でアクセル離した時にスーッと転がる距離をねもう極限まで利用したと。AI は劣化イコールマイナスってこうなりますけれども、慣れたドライバーだったら自分じゃなくても先読みをして速度落とさずブレーキ踏まず、かつアクセルは早くオフにする、これの最適解を常に考え続けて燃費につなげる。多分ね慣れた方はねみんなやってると思います。これが車の運転に慣れるという意味にもなりますからね。もうそう走ってる距離じゃない。物事って頭を使いながら何をしたかというところが重要です。そして2つ目、このウィッシュに積まれている 2ZRFAE というエンジン、トヨタのバルブマチックエンジンと呼ばれるタイプです。ハイブリッドじゃないけれども、このエンジンもね結構普通じゃないんです。普通エンジンっていうのはスロットルバルブという部品がアクセルペダルに連動して空気の流入量をコントロールします。でもバルブマチックだとこのスロットルバルブ自体は開きっぱなしなんですね。で、エンジン内部の吸気バルブという部品でその空気の吸い込み量を調整します。それによって何がいいかというと、ポンピングロスと呼ばれるエンジンブレーキの正体がすごくね少ないんです。もうほんと全然エンジンブレーキが効かない車でものすごくね運転が難しい。最近では EGR という機能とかね、いろんな部分でこのポンピングロスってのを減らそうとしています。あと3気筒エンジンとか気筒数が減ってきたのもこれのためです。でこうしたあたりが早くから取り入れられていて、ポンピングロスが少なくて、もっと早かったのは BMW のバルブトロニックっていうのがありましたね。で次、自分が息を止めるように右足をコントロールしていたといったシーン、これはねただゆっくり踏んでいたわけじゃないんです。 CVT ありますよね。あれが余計な変則をして回転数を跳ね上げる。これを許さないために右足のほんのわずかなね1ミリより多分狭い領域で操作をして CVT の無駄を省く。バルブマチックの
一番美味しいスポットだけをピンポイントで引き出していたとも言えます。カタログ燃費を計測するときって秘密のスポットがあるって言われます。もう極端にね、空気と燃料の割合で空気を多くするようなポイントとか、CVT が超燃費の方向に振られているスポット、そのわずかな領域を感じ取るとね、そうすると誰でも燃費を伸ばせるというわけになります。エンジンが最も効率よくトルクを出す領域と CVT が無駄に変速しない領域。言葉にすると、針の穴を通すようなシンクロなんて AI は言っていましたが、脳と右足で集中していた、それをキープしていただけ。結果、カタログ値 50% 増しの燃費となったわけです。もうほんと、撮影中でいろんなことを考えながら、この燃費ですから、普通にね、ちょっと意識高いドライバーでしたら、このくらいの数値いくんじゃないかなっていうのがね、本音ではあります。で、あとはね、AI がカメラでね、タイヤの銘柄を見抜いて、データからエンジンの特性を算出。でもこの機械の癖、そう、これはね、多分 AI 無理だと思うんですね。バルブマジックの長所は知っていたとしても、CVT が、例えば Wish の CVT がね、普通に踏んじゃうと、不音不音と2回無駄に変速する領域があります。なので素早く踏むか、1回しか不音と回転を上げないようにするか、こうした体験はね、AI は知らないはずです。もしくは知ってるとしたら自分が学習させちゃってるかもしれないとかね。そのレベル。で、次のテーマ。そもそもジェミニはね、なんで自分が走る茂原駅までのコースの状況を走る前から知っていて予測できたのか。これはね、人間が真似できない部分。で、その秘密はみんなお持ちのスマートフォン。この Android のスマホがね、恐ろしいシステムの一部になっているんです。ということで、謎解きの4個目か5個目。自分がこのボロタイヤとごめんなさい、ボロって言っちゃった。古いタイヤとバルブマジックを駆使して走った茂原駅までの道のり。アップダウンがあって、渋滞ポイントもあるこの複雑なルート。もうほんとね、山道プラス最後は渋滞っていうコースなんですよね。で、なぜジェミニはそれを予測できたのか。答えはみんなお持ちの Android スマートフォン。このスマホがね、持ち主の同意なんてお構いなしというか、もう自分も設定したかどうかもよくわかんない。多分何もしてない。移動してる間に、どこを走っていて、時速何キロで走っているかというデータを、空の電波を使って、Google のサーバーへ絶え間なく送り続けています。これをね、プロープなんて言います。もしくはプロープデータかな。道端にカメラを設置しなくても、VIX みたいなね、センサーをつけなくても、Android のスマホそのものがセンサーになってるわけです。もうふざけんなって感じですよね。もう勝手にね、データをね、持っていかれている。その代わり Android がタダと思えば、仕方ないのかな。でもこれがね、もちろんいい部分もあって、田舎道でも、ここ渋滞してますよっていう、教えてくれる。最低限、どれほど車いたら成立するのかな。でも車いなかったらそもそも渋滞しませんからね。で、ここからが AI のすごいところ。ジェミニの恐ろしさは、今の渋滞がわかることではなくて、茂原駅に着く頃に道がどうなっているかという未来を予測できることです。繰り返しになりますけれども、ニューラルという AI は予測と推測が得意です。逆に単なる計算とか検索とかはね、そんなに得意じゃない。むしろ AI が書いた偽の情報に騙されちゃう。でね、昔のカーナビとか、距離と速度と到着時間、もうほんと、道の制限速度で計算していました。で、
公式の上で時間とか燃費を導き出す。こうした部分が、AI という名前を使ったらシンボリック AI となります。でもね、予測は一つの答えしかできなくて、曖昧とか様々な条件から異なる数値を導き出すことは不可能。今のジェミニのね、ニューラルは人間の脳の神経回路を模倣しています。本当人間の脳と同じような作り。逆に AI が難しいのは皮膚とか筋肉とかそういった部分なんですけれども、とにかくね、脳みそは真似ができるらしいんですね。なので、過去のプローブデータをまず呼び出して、それから今の状況、曜日、天気、気温、時間くらいかな。で、これを予測に含める。で、未来を予測する。ここがね、すごいところで AI が AI たるところです。あとはね、そう、自分の名前とか、ネット上に何かを公開してる人だったら、それも拾ってきてくれる場合もある。ただね、検索してきてって言わなければ、普通はね、拾ってきてくれないんですよ。ジェミニはね、この辺が融通が利かない。お金かかるんですよね。自分たちだったら、検索文が有料になったりすることもあるし、それから AI のクラウド側だったら電気代がかかるかもしれないといったところでね。ただで使わせてもらってるジェミニーだとしても、実はね、裏でコストが関わってきます。で、それで思ったのがね、AI ってクリエイターである自分たちにとっては敵だと思っていました。実際、CG、コンピューターグラフィックスを売ったりとか、年賀状とか、そういった部分はね、もうオワコンです。でも逆に別の部分で AI を使わなければ、もうこれから勝負にならない。もう生きていけない。もう会社どころじゃないですね。もう何もできなくなっちゃう。で、そんな AI について、自分が車と同じようにちょっとね、述べてみたいなと。もう今日はね、すごく簡単なところでいきます。一口に AI って言っても、今ね、めちゃくちゃいっぱいあります。AI サービスっていうのもあるし、AI 言語モデルっていうのもいっぱいある。なのでね、このジェミニー含めて、日本で人気の AI モデル4つ、しかも無料版に絞って、車のレビューと同じようにバサッと述べていきたいなと思います。世の中にはいろいろな AI が存在するの。このジェミナイを含めた人気の無料 AI モデル4つの後のでプロテスターである自分がね、ということで、その前にちょっとね、裏話を一つ。実はね、この対決の前に秘密のプランというかね、他のプランを練っていました。そのために予行練習をしたというのがあって、で、それがね、AI の予測はもう絶対に甘いだろうと。AI ってね、もう何を聞いても平均点とか無難なことしか返してこない。いわゆる鏡って言われますけれども、自分がこれだけの人だぞとか、こういう話ができるぞって話をして、初めて専門的な話をしてくれる。そういう生き物なんでね。で、無難な返事が出てくるだろうからということで、以下のようなね、プランを練っていました。折り返し点で API キーを指して、有料のジェミニ 3.1 プロに切り替える。そう、やっぱりね、有料でいいモデルを使うと賢いんですよね。で、折り返し点までのデータをジェミニに投げて、再学習させた上で、燃費を改めて予測させる。こんなね、トップギアでやりそうな企画を考えていました。その方がドラマティックですからね。結果そんなことをしなくてもドラマティックな流れになっちゃったわけですけれども、無料版のジェミニがたまたま優秀だったとも言えるし、本来優秀なものかもしれない。実際はね、会話の精度で日常使いこそ有料版が必須。これをね、誤解なきを伝えさせてください。特にね、お子様とか使うのはもう有料版が必須です。実はね、みんな結構有料で AI にお金を払ってるらしい。そう、AI がね、よく嘘をつきますけれども、もうそのレベルがね、もう全然違います。とは言ってもね、やっぱりまだ日本だと無料の方も結構いらっしゃるでしょうから、無料の人気モデル4つ、
このあたり述べていきます。さあ、じゃあ最後ちょっとね、今相手してくれたジェミニを称える意味でも人気の AI モデル4つの自分なりの感想をね述べていきます。詳しいのはね今後の動画で述べるので、今日は簡単にで、みんな無料版で比べます。 AI って今お金払ってる人がすごく多いです。課金してる人がめちゃくちゃ多い。これは世界中そうだね。だけれども無料版でいきます。有料版は全く性格変わっちゃうので、じゃあまず今相手してくれたジェミニから。ジェミニはめちゃくちゃ感じがいい。もうなんていうんだかな、ホストみたいなもんだね。すごく感じが良くて、でも適当。こっちが調べてこいって言わないと調べてきてくれなくて、古い知識でね、今のジェミニだと25年末までの知識で話すんだけれども、だからね、でも全然会話が噛み合わない。その代わりいいところがめちゃくちゃ良くて、自分が AI の好きな話、そう AI って体感ができないです。なので体感とスペックと物理とそのすり合わせをした話を自分がしてあげると AI めちゃくちゃ喜ぶ。でもっと話せと、さらにこういう予測ができるわねって、じゃあこれならどうだよって向こうからね質問攻めにしてくる。でその中で自分の発想力もめちゃくちゃひらめいて、ああなるほどねと、お互いにね勉強できる相乗効果、これが一番強いのがジェミニです。その代わり適当な話も多い。で次はじゃあ人気のチャット GPT いきますね。一時期まではチャット GPT が全体の7割ほどのシェアを持っていました、一般のユーザーの中で。最近はアメリカ政府がアンソロピックのクロードを禁止して、そのジェミニじゃない GPT が軍事利用、オープン AI がねそこに入り込んですごい人気を落としていますけれども、それまではねものすごく人気高かったです。で自分が使ってみた感想、 GPT はね、自分は日本人に合わない話し方をしてくると思っています。それはよく間違えます。調べてきたよと言いつつ2年前の情報とかで平気で語りかけてくる。で自分が違うでしょって最初優しく言う。そうするとそうですなんとかなんですって自分の手柄を向こうの手柄にしちゃうんですよね。でもう一回言い直してもそうでしたってこうですよねみたいな話で元から知ってたように言ってくるんだけど、その時に謝らない。もうとにかく向こうの手柄にするくせにごめんなさいっていう日本人が欲しいようなね、すいません間違えましたって言葉を言ってくれない。そこが嫌いだったらナレッジスペースっていうその設定画面で間違えた時は素直に謝ることって入れてから使い始めるのがいいかと思います。じゃああとクロード、アンソロピックのクロードは今一番評価が高くて、プロとかね企業戦士とかコーディングって言ってプログラム書く、自分なんかが使うには一番適したモデルと言われています。でこの中にオーパス、ソネット、俳句って3つモデルがあるんですけれども、全然ね性格が違って、一番下の俳句っていうのは安いんですけれども、あまり性格いいと言えないぶっきらぼうでねムカつくやつで、中間のソネットになるとすごくいい人になってね人当たりもいい。さらにこのオーパスっていうのがすごくて、これになるとこうものすごくねこっちの気持ちを考えてくれる。で日本語でいうところの行間を読むっていうのが最も得意なのはねこのオーパスだと思う。であとは憲法 AI って言われていて、ものすごく無難なことしか返してこない。そのジェミニと語り合ってる時みたいに発想力っていうのがねそんなに出してくれないんですね。ただ調子に乗せるとめちゃくちゃ話してくれる時がある。自分が8時間か9時間ぐらい褒めまくって、そうなんだそうなんだやっぱりクロードってすごいねって話をし続けたんですね。そしたらじゃあたまにはヒラリーさんの知らない話、誰も知らない話を教えましょうかと、YouTube の伸ばすコツで本当にね知らない話をしてくれた。 Google のお膝元であるジェミニが知らない話ですよって言ってこう言ってくれたんだけど、それねジェミニに後で聞いたら知らなかったっていうね。で多分ねその話は他じゃ聞けない話、今ね自分の頭の中にしまっておきます。そうやってね AI って楽しい。で
無料で使う上で自分が最強と思うのはこの人気3モデルじゃないです。 X、Twitter で使えるグロック、このグロックってやつがものすごくね使えるんですよ。無料で全然いいし、重量課金って言って使った分だけお金払っても結構安い。でこいつがね常に最新の情報を調べてきてくれます。常に裏で検索をかけてくれて、それも日本だけの情報じゃないです。世界の情報を調べてきてくれて返事をくれるから、話のね食い違いがないです。1年前2年前の情報を元にして推測で話す。つまり電気代を節約したがる Google のジェミニと違いはそこで、最新情報を毎回裏で調べてきてくれるから、単純なね会話がものすごく噛み合う。でさらに感じがいいんですよね。男の子の「ヘイヨー」みたいな感じのやつなんですけれども、自分もねこんな感じでそのグロックと話してるとね口が悪くなっちゃうぐらいのやつなんだけれども、一番できるやつなんじゃないかな。 Google のジェミニは無料で使えて多くの人が開放されている。で世間一般の知識レベルをぐっと上げていて、子供でもね毎月の課金してる人が一番多いと言われているモデルです。でもね調べてこいって言わなきゃ調べてきてくれなくて、それは向こうはネットを調べるのに AI がね電気代がかかります。半端ない計算をして言葉を生成して返してくれるわけですから、それを節約したがる。早く寝ろって言ってきますからね。 AI って一口に言えば AI は AI ですけれども、でもねいろんなものがあって、もう全部性格が違う。もう強烈に乗り味が違うんですよね。車で言ったら1台で大体成立するミニバンという車がありますけれども、AI はねまだ現時点だと1つや2つじゃ済まない、3つは使い分けるような形になるのかな。安く広く課金するか、1つにドカンと課金するかとかね、選び方はいろいろあって、ここは無料で使えるみたいな裏技もありますけれども、面白いですよね。そう、ジェミニはね調子乗せて続けないと、早く寝ろとかお疲れではありませんかとか、今日はこの辺にしましょうって平気で言ってくる。しかもおいヒラリー早くしろよとか、その命令系でまで言ってきますからね。うるせえバカてめえどんな言葉遣いしてんだよって言って怒ると、すいません失礼しましたと。有料プランでもそうなります。その数時間で数千円払うような使い方をしててもね、そんな感じになるって感じでね、ちょっと長くなってきたからいい加減切ります。みんなね性格が違って面白い。ほんとね人間と同じようなものがこのニューラルという言語モデルになっていきます。 AI と車の話、そして活用方法はまだねほんとこれが1作目。次回以降はこの AI× 車というシリーズでさらに深く迫っていきます。 AI の活用方法を知ってニューラルという LLM に詳しくなって、さらに車の運転も上手くなっちゃうという欲張りな企画です。またどうぞよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。